丸のカンコレ、カモン丸です。本日は、E2項作戦、バレンツ海海戦、戦力ゲージのパート1、こちらの方をお送りしたいと思います。だいぶ寒くなってまいりましたが、皆さん、お元気にお過ごしでしょうか。今日も、元気に、配信していきますので、よろしくお願いいたします。川さん、こんばんはです。今日も、元気に配信していきます。よろしくお願いいたします。それではですね、最初に、今回の作戦の内容ですね、こちらの方の、解説をしたいと思います。前回、輸送ゲージを解放して、その後、ギミック解除は配信外でやっておりますので、短縮ルートである E から O
そして G から O のルートはすでに開放済みとなっております。ここから先は、通常の、戦闘モードに入っていくんですけども、いつも、そうですね、戦闘前に、確認をしたところ、制空権の確保は十分できそうだというふうに書いておりましたので、ルートは B、A、E、O、Q、水上参戦を選んで、弾薬、燃料がペナルティがありますけども、来日戦までもつれていく水上部隊であれば、事故ることも少ないのかなと思って、道中支援も出していこうかなと思っています。おめんさん、空母9さん、今日も、早速コメントありがとうございます。本日はこちらのバレンス界の占領ゲージやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今回の編成の方ですね、紹介していこうと思います。今回は、ガンにビスマルクですね。主砲、練炭、そして、水上偵察機の装備となっております。のぶちゃんさん、コメントありがとうございます。よろしくお願いいたします。本日は、E2 の、占領ゲージですね。ようやくここまで準備が整いましたので、出撃していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、今回もコトランドですね。装備の方は前回の引き続きのままになっているので、これでいいのかどうかわからないんですけど、とりあえず、主砲、広角砲、水上偵察機、基準の装備でいってみたいと思います。そして、響も前回に続いての出演機となります。比重、主砲、練炭ですね。こちらの装備で、まず行ってみようかなと。こちらもそんな感じになりますね。そしてミクマは今回は、補助という感じになるので、主砲、水上戦闘機と、随雲の搭載ですね。水上爆撃機を搭載して、制空権は今回はほとんど敵は持っていないようなので、これで十分かと思いましたので、これで行ってみたいと思います。さざ波はいつもの通りの感じなんですけどもね。装備は機銃、主砲、電炭の装備にしております。そして最後、第一艦隊の最後はナトリに出てきてもらいました。主砲、水上偵察機の装備になっています。まだ砲弾作戦の情報が全くわからない、わからないというか、ちょっと出し渋った感も正直あるんですけども、軽巡洋艦を合計で3隻用意しなくてはならなくなってしまったので、急遽、ナトリに今回出ていただきます。連動や装備は十分だと思いますので、以上、この運命が第一艦隊ということになります。次は、第二艦隊になります。竹さん、こんばんはです。だいぶ寒くなってきましたが、お体の方はいかがでしょうか。本日も元気に配信していきたいと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いします。
そして、第2艦隊の機関は MAX ですね。主砲、電弾、10センチ連装砲、広角放射砲は、主砲、広角砲ですから、ちょっと分類的には、両方の要素を持っていますけど、まず主砲っていう感じで使っております。特攻を持っているのも、今回選んだ理由にはなりますし、このマックスも、正直に言いますとサブカンでずっと育成はしてたんですけどもね、こんな形で出番が来るとは思っていなかったので、今回は十分戦えるだけの連動ありますので選んでみました。そして、白雪ですね。手法、照明弾と。風引き型の中でも、一番私の中では信頼をしている白雪。本当にゲーム開始当初から、ついてきてもらった感なんですけど、今回は、実戦でね、活躍してもらおうと思いますね。おめんさん、砲弾は前段の超強化版だろうな、いうことですね。想像するだけで恐ろしいんですけどもね。でも、それでもいつも、カンムスたちと戦い抜いてきた反対ですので、信じて、最後までやっていこうと思います。それだけの準備もね、していかなくちゃいけないんですけど、今はこの海域を突破するのを全力投球といった感じですかね。はい。そして、イスナミも前回に引き続き、手法、電弾の装備で出てもらっております。イスナミもね、普段はちょっと、遠征ばっかりで出撃する機会がなかったんですけどね、今回は、思い切って出撃してもらっております。十分な働きしていますのでね、問題ないと思います。命は任せて、おぼろですね。さざ波とおぼろでセットに使っておりました。第一艦隊の方にちょっと響きが連動ちょっと低いので、おぼろの方には第二艦隊、野戦も想定して、こちらの方に入ってもらっています。手法、電弾の装備でいきましょう。のぶちゃんさん、連動ですね。やっぱり 7年もやってますとね、みんな、こんな感じになっちゃってましてただ、なかなかどうしても最終回帰近くなっちゃうと、戦力的に出すのが厳しくなっちゃって、あんまり出番がなかったと。この頃は今回は、使ってみようかなと思って、積極起用しております。はい。そして、パースですね。前回、の回帰から、出撃なんですけど、前回の輸送作戦は、潜水艦対策ということで、対戦装備をガン積みしてましたけども、今回はもう水上戦ということになりますので、手法、そして、野艇の方ですね、装備して、もう完全に、物理で、叩くという方法になるんですけどね。パースにはこの解禁速攻能力もあります。十分な、戦果期待できると思います。はい。そして最後はヒューストンですね。多国籍艦隊になっておりますね。手法、電弾の装備になっています。このヒューストンは、私のとっては前回の最終回帰で、ドロップしたカンムスになります。サブ艦として、育成はしてたんですけども、今回ですね、この海域に、投入ということになります。そして最後に、支援艦隊ですね。旗風、松風、そして金剛、比叡、春名、そして宝生さんという道中支援を出して、決戦の方はちょっと様子見でもし必要であれば、投入したいんですけども、今のところ、
遠征出しちゃって出せないという状況にもありまして、この戦力で戦っていきたいと思います。ちょっとね、なかなか準備に時間がかかってしまいましたけども、ようやく出撃できますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。さあ、よし、行くぞ。お、輸送じゃない、占領ゲージ、どれくらいの時間かかるかはちょっとわからないんですけどもね。今回も、みんなの力で突破していきましょう。のべちゃんさん、ありがとうございます。パチ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 。では、最初の戦闘はと言いますか、もう、ここはすべて第4警戒高校序列で行くような感じですね。うん。戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。ねえ。こんな感じで、進めていければ、安心となところですが、なかなか、そううまくいかないのが、この、これっていうゲームなので、油断をせずに行きたいところです。はい、ナトリさん MVP ですね。やっぱりこういうところでは、第二艦隊、ここはね、特に問題なく突破できましたが、次に行ってみましょう。ここね、数上の戦闘ですね。第4警戒高校序列で突破を図っていきます。ボス戦では、多少と言いますかね。殲滅戦になりますので、野戦になっちゃうと、被害の覚悟をしなくてはならないんですけども、でも道中をね、こうやって突破していかないと、本来の力発揮できませんからね。そうなんですよ。トップですね。では、続けて進軍していきます。ルート上では、このオーマスに行くということになりますけど、ちゃんと行けましたね。大丈夫ですね。では、続けて、ここも第4警戒工場ですね。油断なく、場を測っていきます。ここも、攻撃するいとまもなく倒すようにしないと、ここで撤退することも十分考えられますね。アットビスマルク、MVP 取りましたね。さっきから連続で初段外してましたので、ちょっと心配だったんですけども、ちゃんと当ててくれました。これで、ボス戦も安心して、射止めるというものです。そうなんです。では、進軍ですね。していきます。さあ、ボスに行けるかないけるかないけそう、いけそう、いけましたね。このボスも久しぶりに会うような気がしますが、さあ、どれだけの戦力で、こちらの戦い方、見せられるか。みんな、頑張ってきてね。そうな、また沈んでしまいときましたが、青いな。でも今回は、思っていたより全然硬いですね。ちょっとこれだと、火力が足りない可能性が出てきたな。
ビスマルクが初段で倒されたのもちょっときつかったところではありますけどもね。でもまあ削りの段階なのであまりそこは気にしないで、いきたいなと思ってます。はい、かげろうよろしくお願いします。ナイスいただきました。ありがとうございます。なかなかこれでまた戦えるわ。重い缶を切る勇気がなくて、なかなかね、誰を出したらいいものかと悩んでいるところでありますから、どうしようかな。第一艦隊。この編成条件にはもう一つあって、高速統一の編成にする必要がありますからね。第二艦隊にもそうなんですよね。従来を配置すれば、それだけ殲滅力は上がるということも重々、承知の上で、ちょっと温存をしてしまった感がありますからね。今の監視いくと、一隻はやっぱ投入しないと、予選までに持ち込んでも、ボスだけね、集中攻撃までちょっと持っていけないので、どうしようかな。第一艦隊、軽順を外せないから、中順。どうする？よし。では、従来艦を1人入れましょう。そして、第一艦隊に従順を分析。ちょっと、響きの方には一回、下がってもらいましょうかね。下げて。そうですね。ラストは、そうなんですよね。前回と違って、輸送作戦ではなくて、こういう決戦になれば、ボスを倒さないといけないですから、それ相応の戦力ぶつけないといけませんね。よし、ここは切ろう。切ろうか。第二艦隊の、じゃあ、おぼろと下がってもらいます。もう少し活躍させたかったけども、仕方なし。ね。ボスが私の想定よりも全然硬かったので、プリンツオイゲンのサブカンも使います、ここで。軽順パース出撃します。みんなそして続いてパースのスライドで外せるそして第一艦隊、違う。第二艦隊に従来入れないといいので、スマミのところに再び入れますね。もう一人いるんですけど、ただね、ちょっとまだレベルが30なんで、再びさん入れてもらいます。はい。で、こちらで、スマミを第一艦隊に投入して、航空巡洋艦ミクマ出撃しますわ。そうか。確か、ガンクードも出せるんでしたよね。ただ高速化しないといけないから、でもこれ出し惜しみしても、
よし。さざ波にもね、一回下がってもらって、艦隊。これ以上はちょっとね、駆逐艦2隻は必要だから、ヒューストンに大使艦隊がヒューストンを第一艦隊に置いて、ヒューストン We Anchor 出撃します。ここに艦隊出撃する。私に続くがいい。戦艦ガングーと抜病だ。ただ要件としては、高速化をする必要があるので、手法として、タービンに積むという感じになるのかな。これでいいのかな。原将いいな。これはありがたい。スパシーバー。これで、全艦高速設定、だいぶ戦力が変わっちゃいましたね。よし。だいぶ陣容が変わっちゃいましたけど、これで、今回もね、突破できるように支援艦隊を出して、よーし。行ってみましょう。作戦計画概要をご説明します。大丈夫だよね。装備も、前段作いいはず。戦第二作戦海域。戦艦ビスマルク抜病出撃するわ。こんな感じの編成で出てくるとなれば、それこそ問題はありません。そう、問題はありませんって、ね。さあ、ちょっと、遠回りしてしまいましたけどね、ようやくボスまで来ました。備品の回帰が多すぎてね、しょうがないですよね。さあ、編成も変えてのボス戦となります。今回は、沈められるかどうなのか。やっぱり決戦支援もいるな。最後今はまだ投入できませんけど、そして砲撃戦です。決戦支援も混ぜてやらないと安定して倒せそうにないですね。何気にわびさびよね。そうですね。烈風剣って言われてもね、確かにね。お願い。そうですね。大体水上戦闘で決着がつく、作戦、そういうのがモチーフだから仕方ないんでしょうけど、地上戦となりますと、反対にこういった空母が投入できない海域の場合は、補助艦である、キスマルであったり、水上義母艦でもいいんですけども、戦闘自体は長くなっちゃうんですけども、割合ダメージね、叩き出してくれるんで、そして砲撃戦です。あの時は、水戦がね、便利ではありますしね。その代わり、水上戦闘機は、回収コストも非常に高いといったメリットというのデメリットですね、ありますから、準備には、十分時間をかけてやっていきたいものですし、私はまだ完全には用意ができていないので、本当に余裕があるときに回収しているような感じです。さあ、今回は照明弾も夜景も出ました。あとはカットインに出るか出ないか。光りましたね。
マックスファイヤー。112。よし硬い。畳み込め。まあ基本はそう少々乱幕感悲鳴だけが鳴り響いて、今だダメージが通らない。ダメージが通らない。あ、やっと倒した。これほど硬いとなると、最後はちょっと怖いな。そうか違うんだ私は何はともあれ、今回初めての、撃破ということになります。皆さん応援ありがとうございます。ようやく勝利ということができました。私が一番です。でもギリギリですね。当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。私火がラッキー力のガールですって関係だからな。全然そんなことないよ浅瀬とか苦手だしはい、プリンス戦を決めてくれました。最近は、ここで出るの？駆逐艦タシュケントはるばる来これびってみたよくりしたな。これはびっくりしたよ。よろしくお願いするね皆さんありがとうございます。確かにと来てくれました。で今回、第一回駅で、出たホロ缶というのが、名前が出てこなくなった。イタリアの空母のよしよしですね。うん。そして、この海域では、ジャービスが出ております。で今回、タシュケンということで、決してドロ率悪くないんですけどね。ありがとうございます。試験と、おめ検討いただきました。あんまりドロップに関してはちょっと調べてなかったんで、ここで出ると思ってなかったんですから、びっくりしましたね。ちゃんと戦闘終わったら、ロックしないといけませんね。空母級さんもコメありがとうございます。よし。やら、いい流れで来てるような感じなんで、このまま、本当に、みんなお疲れ様です。見事、勝利ということになっております。何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。やっぱりね、このドイツ艦、私がラッキーガールですって、全然そんなことないよそして浅瀬とかロシア艦苦手だし強いですね。こういってね、活躍することが何より嬉しいですね。シェフィー着任します。びっくりしたなぁ。びっくりしたなぁ。ちょっと今日おかしいよ。ちょっといいね。よろしく。シンさんが呼んでしまったのかもしれないなぁ。ありがとうございます。もうほんと。今日はね。予想している斜め上の状態になってしまって本当に嬉しく思います。攻略できるだろうと思ってはいるんですけども、でもね、そう簡単にいかないのこのゲームなんで、